ちょっと全部気になる。ちょっと待って翼くん、これはかわいい、楽しい。トレンドを自分なりにめちゃめちゃ噛み砕いてこうなったって感じがします。ほんといろんな球が投げられますね。夏はエロですからね。冷やし中華みたいな感じでエロ始めましたみたいな。世田谷区です。世田谷区ですよ。しかも多分我々初じゃないですか、この駅は。駅でいうと梅ヶ丘ですよ。緑寿司の本拠地ですよ。並んでました。緑寿司並んでました。私昔隣の豪徳寺住んでたことあった。そうですか。そう、上京してすぐの時。いいとこですね。ね、こんな感じののどかな感じなんですけども、今日はですね、何しに来たかと言いますと、キレッキレなお店がありまして、それがこちらです。ドーン、フェアンベイドゥフト2階ですね。この青田デンタルクリニックの上ですね。下北にカルマっていう店があって、そこがお引っ越ししてきてこっちになったよってことなんですけども、カルマ自体も割とキレッキレだったの。特に古着好きだとかだったら絶対下北行ったらチェックしてたなって感じのお店が梅ヶ丘に来たんですよ。古着屋さんなんですか？古着屋さんとセレクト。しかもレディース。私が一番好きなところじゃない？古着とセレクトって。しかも今日スタイリングもしてくれるということで。そうなの、3体お願いしております。じゃあ行ってきましょう。行きましょう。今日は何着てるんですか、それ？今日はヘリンドットサイのワンピースかと思いきやパンツ。すごい雑な紹介でごめんなさい。さっきやっとけよっつう。そうだね、こんな暗いところでやらんでも。フェアンベイドゥフトと書いてありますね。ドゥフトがお花屋さんで、入って右にお花屋さんがあって、フェアンベイはこっち側みたいな感じですかね。こんにちは。翼くんです。翼くんです。フェアンベイの溝口です。よろしくお願いします。はい、翼くんです。よろしくお願いします。昔からお知り合いって。カルマの時に1回お会いしたことがあってみたいなで、お話しさせてもらってみたいな感じで、フェアンベイなんですけども、ここっていつ、下北沢からお引越ししてきたの？去年の11月。11月。はい。で、名前も変えて心機一転なんですけども、改めてなんですけども、フェアンベイのコンセプトみたいなのって聞いてもいいですか？僕のキャリアが古着から始まっているので、それが基盤にはなっているんですけど、新品と古着分け隔てなくセレクトしていて、価値のあるいわゆるヴィンテージっていうものから、ジャンクな古着、東京の若手のデザイナーズブランドと、海外のいわゆるランウェイ歩くようなハイファッションのブランドを全部ひっくるめてお客様に見せていくっていう、そのミクスチャー感がすごい私好きで、なんかこういろんなものが混じってる、その価値観を自分で決めるみたいな感じが私結構好きなの。なんかその辺はスタイリングとかで見えるっていうこと？見えるのかね。見えるのかね。見えるようにします。プレッシャーかけちゃった。はい。翼くん、今日ちなみに何を着ているの？ベストはヴィンテージ、70年代ぐらいの古着と、シャツが、バレンシアガ、ボトムは両方ともうちで扱っているメリルロッケっていう。メリルロッケ。靴は多分イージーのまがいもんみたいなやつ。イージーのまがいもん。なんかアメリカのローカルで真似して作ったけど、意外と本物より面白いんじゃないみたいな時がたまにあって。面白い。さあ、そんな感じで早速見ていきたいと思います。はい、お願いします。まずはこっちから、もう見て、もう好き、もうカラフル。オスカー・デラレンタじゃん。はい。懐かしい。50年代頃のデラレンタ。へえ。はい。すごい、こんなのあるんだ。はい。そう、オスカー・デラレンタってドレスってすごい有名なブランドだよね。結構古い、昔からある、なんかこうゴージャスみたいな。でも私古着で初めて見たからびっくりした。こういうちゃんと着れるものもあるんだね。あります。ちゃんとっていうか普通に着れる。はい。ただ本当に古いのはほぼほぼ見ない。いや、私もびっくりした今。初手からこれかよっていうね。そしてこれはピエロですよ。ピエロの衣装、本当にピエロの、衣装だね。で、そうコンディションいいね。はい。だって60年前だよ。言うならば還暦。赤いちゃんちゃこですよ。ちょっと全部気になる。ちょっと待って、翼くん、これは？それは60、70年代でネクタイをリメイクする文化が。うわー。これデザインがもうやばいですよね。私一瞬なんかブランドのメゾンの何かかなって思って、この生地感とか。はい。へえ。ネクタイもやっぱ全部古いネクタイ。60年代ぐらいのネクタイですね。この
カーブの仕方とか超よくね。カッティングとかすごいですすごいよね、こういうあ、そうですね、ワンピースだよね、はい、70年代ぐらいはやっぱリメイク先生というか、はい、これおいくら万円なんだろう。あ、でもするそりゃするよ。98プラスでわかる。この生地感ならわかる。あとちょっと自分で書きました的な。これはメモリアルって言って、卒業の時とか、アメリカって寄せ書きの文化があって、日本にももちろんあるんですけど、それをこのお洋服、コーデュロイの服にやるっていう文化があるんですよ。手書きじゃないですか。別にアーティストでも何でもないと思う。ものによって全然クオリティも違うし、書いてある図案も違うっていう。そうだね、一個一個違うし、多分美大出身の卒業生は多分いい仕事してくれるんだろうね。そうですね。はい。これもなんかベストなのか何なのか。ベストなんですけど、ちょっとクロスしてるんですよ。本当にそのままのデザインで。どうやって着るの？一応かぶり。かぶりで着れるんだ。はい。これどこで買い付けして見つけていくの？だんだんこんなにクオリティがいいものってそうそう見つからなくないですか？そうですね。僕はアメリカしか行かないんですけど、ヴィンテージは。はい。結構頑張ります。すごい。こういうのもうちょっとどうしよう、何でも腰病にかかってしまっている。このパッチワークも凝ってまふね。すげえ。多分なんですけど、もともとカットオフあるじゃないですか。これ505のシングルっていうモデル、ここまでは。ここから先が全部パッチワークで作られてるんで、多分そのカットオフを元にしてまたパターン組んでプレイヤーで作った。そうだよね。ってこと、そうか、わざわざパターン組んだんだ。そうだよね。そうですね。じゃないとできないもんね。はい。すごい。505ってもともと本当はテーパードのモデルで、それも面白いなと思ってプレイヤーになって真逆に。ねえ。でまたなんかこれはニューヨークのローカルデザイナーなんですけど、こういうニットブランド、マイケル・シモン、マイケル・シモン、全部ビキニガールが手つないで、本当だ、ビキニガールだ。このブランドの商品です。そんなに他クオリティ高いの見たことないんですけど、これだけなんか異常っていうか、これやばいみたいな。一点物になるよね、これだとね。いやでも僕今回2着見て、2着でも作ったの、ビキニガールを。そう、今回買い付けで2着見たんですけど、たまたまでも今まで本当見たことなかったんですけど、はい。でこれもこれはレイヤードしてるのかな？そうですね。上の方のパンツは多分ブリーチで描いてるのかな。ブリーチしたんだ。おそらく、はい。確かにこのちょっとぼやってなってるもんね。その名前と後ろがホッケが顔になってる。本当だ。目、でかい口とか足。多分パッティさんだったんだろうね。これなんか着物みたいになってない？ネパールの 80s ぐらい。民族衣装をアレンジしたのかな？そうですね。ちょっとカッティングがこう自分で作った感あるもんね。多分マイケル・ジャクソンちょっと影響してたのかな。本当は着物っぽいんだけど、マイケルみたいになんかちょっと肩パッドとか入れてみたいって入れたらこうなったっていう。フリンジ。そうです。それはレアスキン、鹿の皮のレザージャケット。薄いよ。50年代ぐらいですね。結構古そうだね。ビーズの刺繍が出てある。細か。後ろもなのほら。レイさん好きそうな。好きだねこれ。よく回ってたねこうやって。痛かった。こうやってバンバンってね。可愛い、楽しい。でこっちはちょっと新しめな感じ。そうですね。ブランドも入ってきますね、こっちのラック。ブランドはこれが、それがさっき僕も着てたメリル・ヨッケっていうブランドですね。全部この前掛けのボタンと連動していて、これ特に決まりがなくて、好きなところにボタンはめてねみたいな。タイにもできるし、でここの襟が実はこれ普通のレギュラーカラーがこうずれてるんですけど、本当だ戻せるし、外せるんですよ。普通にしてることもできるし、アシンメトリーにもできる。この隣のちっちゃいのはもうメリルです。めっちゃちっちゃいよ、ほら。でも好き。好き。ブルマみたいなのかな、着たらね。ちょっとこう上がってるから。
あとこれだ、翼くんとこってこの人置いてあるよね。はい、MST パックスっていう一応バッグっていうくくりではやってるんですけど、これデザイナー自身が量産もやってて、一回 3D プリンターでこの型を作るんですよ。でその型にレザーを縫い込んで作っている。だいたい1個作るのに半年近くかかるらしい。そうだよね。で売ってるのもうちだけですね。こうなんですけど、お、開くっちゃ開く。割とファインジュエリーみたいな感覚のバッグを作ってますね。そうだね、ここら辺でメリルのその辺メリルと、はい、古着もちょっと入ってくるんですけど、これは古着ニットのベストは、はい、ハンドニットの古着ですね。こういう合わせも可愛いね。けしくんさ、ブラトップ好きだもんね、なんか T シャツなんだろう、シャツなんだろう、ブラトップ挟むの。これもメリル？あ、そうです、メリルのさっきのショーツと比べるとちょっと簡素になるんですけど、そうだね、トランクス型の、はい、確かに一番シンプルだけど、確か本当のトランクスだね。そうですね。なんかウエスト見せとかで使ったりとか。ここら辺だけでね。まあでも一応履けるんですけど。本当はここワンラックメリルだったんですけど、1週間ぐらいで半分以下ぐらいになっちゃって。すごいね、みんなメリル今大注目してんだね。翼くんがさ、新しいそのニューのブランドを見つけて買い付けするとき基準って何かあるの？小物からのアプローチとか、なんかその人の特別なセンスみたいなのが明らかに違う時あるので、メリルとかもそうだったですし、それは展示会とかみたいな全然違うみたいな。そうですね。でちょっと待った、これ何？それは僕は腹巻きで提案してるんですけど、でもこういうちょっとでっかい太めの腹巻きベルト可愛くない？今みたいなやつになんかシャツとかとさらって着れますよね。ヴィンテージですか？ヴィンテージです。イケてるヴィンテージ屋さんには絶対ありますよね。ビカビカしたやつね。キラキラですか？キラキラ。キラキラなんか新品です。この作るの大変っていうか、大変だよ。高いんですよね。高いし、のくせ売れないです。そうなの。高いから。そうなのよ。だからみんな作んないんですよ。だから古着になっちゃうの。なんなら明智くん用に蝶ネクタイみたいなのがありますけど、男性用と。明智結婚式とかにこれで参列したらそれハッピーやろみたいなお祝い感は出るよ。お前が主役じゃないわけだ。確かに。それは 60s ぐらいの一応ブラウス、こういう感じね。ゴージャス10段ぐらいで作ってるんで結構豪華ですよね。こんな感じ。汚いデニムとかと合わせたい。可愛い。それも可愛いですね。これは一瞬バッグかと思いきやトップス。これね、一番買っちゃうやつですね。パコラバンヌ好きで、60年代の本当のパコラバンヌって買えないんですよ。もうこのパコラバンヌのチェーンメイルは本当のミュージアムクラスなんで手出ないんですけど、そのパコラバンヌを模したやつって結構60年代からいくつかあって、そういうのがあると買ってくるんですよね。これ何で作ったんだろうね。なんか最初プルタブかと思ったけど違うんですよね。フランス。そうなんでしょうねこれ。微妙にボディコン。そうですね。微妙にボディコン。シルエットありますね。ここのシルエットがちゃんと計算されている。パンツかと思いきやスカート。リメイクだったりとか。こっちもそれも実はメリルで。そうなんだ。両方です。確かにメリルこれ着てるイメージあるわ。これ一瞬古着自分で作ったのかなと思ったらそうじゃないのね。テンションの高いこのくねくねしたすごい。中に細いワイヤーが入ってて、それでちょっと形作ってる感じですね。ちょっと硬いやつ。これに合わせるかのようにこちらはそれもメリルです。これ綺麗だね。可愛いですよね。これいいや。こっちもメリル。クロスしてこう。なるほど。フィフスエレメントみたいな。わかる。もしくは西川貴教。これもメリルちゃんです。これもなんかいろいろ面白い着方になってるけど、パンツの上にスカート、巻きスカートみたいな。そうです。なんか僕のこれと同じパターンで、なるほど。ブラックデニムのスカートとデニムパンツ。なるほど。ボーイズライクな感じのセットっていう。で別々にも使えます。そしてここら辺は？これはコータ具志堅ですね。コータ具志堅来た。今シーズンなんか賞取ったよね。そうですね。
なんかこんなウィメンズライクというかちょっとアクセサリーっぽいのは初めてですね、いつもすごい性別をあんま感じないデザインが多かったんですけど、ちょっとヘボかわいいみたいな感じの。そうそう、すごい抜けがある感じで、彼が手書きで今回のテーマでハンドクロッシュ、全部手編みのクロッシュへで、道路標識になってるんですけど、一通ですね。あ、本当だ本当。いつストップ、スロー、へえ、面白い。なんかね、免許取ったらしいんですよ、初めて。生き様が反映されてるじゃないですか。ちなみに知ってますか、私の父親は自動車学校の先生だって。そうなの。そうなんですね。そうなの。硬い仕事だったんですよ。すごい。こっちはそしても具志堅くんです。ああ、なるほどなるほど、ちょっと透け感のある。はい、コットンとワシートのカーディガンですね。やっぱニットのイメージが。彼はそうなんですよ。もともとニット専門ブランドで、セントマーチンのイギリスの学校のニットウェア科を卒業して、はい、今にという感じで、そちらはクラスっていうブランドのウィメンズラインで、プールバイクラスっていう。可愛い、なんかクシュクシュっとして使いたいね。ルーズソックス兼ハイソックスみたいな。確か普通に履くと割とここまできそうな。はい、へえ。これはヴィンテージですね。ヴィンテージなんだ。の、はい。へえ、すごい。ちょっとセカンドスキンっぽい。でもプリーツが入ってプリントも入ってるっていう。面白いね。はい。しかも状態本当にいいね。で、まあ私が絶対好きなつなぎですね。ちょっと固めの生地なんか。そうですね。あとデッドストックなので、ちょっと水通りもなく。ね、ガシッとしてる。バブはまだいかないけど、結構ワシッとした素材になってるよ。で、こっち白ゾーン。あれなんか変なバッグがある。実はコーチなんですよ。コーチ。コーチなの？60年代のコーチでボニー・カシンっていう人がデザイナー当時やってたんですけど、コーチの一番最初のデザイナーで、彼女のデザインは絶対買ってくる。おいくらですか？59,800円プラス。持ってるの？あれ案外お財布に優しい。だからガマ口がついてるのかもしれない。そうですね。これはブランドなんですけど、スペインのブランドでイスカエスパダスっていう。最後にまたここがひっついてるって感じ。そうなんですよ。これどうやって見つけたの？お客さんですごい仲いい人が昔来てて、それどこのですかって聞いて、初めてですかね、多分。そういう風にしてそのブランド掘ることもあるんだ。お客様すごいやっぱ洋服好きな人多いんで、僕の知らないことしてる人もいっぱいいたりするから、そこから得られる刺激とかもやっぱありますね。それは三宅ですかね。80年代の三宅。はい。でも言われてみれば三宅一枚の布から作りました的な、ちょっとここら辺の切り返しだったりとか。素材もなんかすごい荒々しいんですよね、この時の。ねえ、素朴な次にキラキラ置いとくあたり、翼くん好きだよ。かわいい。それも60年代ぐらいのシルクのカーディガンに全部刺してある感じです。で穴で抜くってやつ、すごい手かかってるよ。この組み合わせも好き。ジャージにチュチュ。こんなん絶対私女の子全員好きなやつですよ。これもヴィンテージ？ジャケットがステラです。ステラマッカートニー。ステラなんだ。はい。なんでそんなに古いものではないですけど。ジャケットなんだけどベストっていうのかな。そうですね。後ろが完全にないんですよ。ジレなんていうんですかね。これなんていうんだろう。美貌ちゃんみたいな感じ。前だけ隠しとけばそれでいいと思ってる感じの。私みたいなもんがね。あ、この組み合わせも好きやにスカートっていうか、スカート的なものとパンツ。レザーで、さっきのチェーンメイルみたいな感じで、リラックスしているんだかしてないんだかわからないよっていう。売れちゃったんですけど、これ色違いでクリアもあって。そうなの？クリアの PVC。うわ、超やばい。そうなんですよ。59,800円いけんの？私の好きな感じじゃないですか。ボロボロにキラキラ。下60年代のドレス、80s ぐらいの自己肯定感が高めのザ・オンリーワン。本当だ。アンザーガール。これも60年代のデコラティブなドレスにボロ雑巾みたいな。そうだね、ボロ雑巾だね。好き。こういう組み合わせしたいな。夏になったらこんなのしたい。これがコルセット？はい、30年代ぐらいのガーターっていうんですかね。そうだね。ここにストッキングとかつけてみたいな。ミュージアムピースがさらっと置いてあるあたりがすごくないですか？でここは組み合わせ？
そうですね。20年代ぐらい、2、30年代のシャツと、んうんあと上は2000年のパワーネット。はい。なんかスタイリングインスピレーションがすごい湧く、見てると。全部ね、それぞれスタイリングしてあるんですよ。あ、これボディスーツか。そうですね。へえ。はい。まあ、全然単品でももちろん。あ、でもこのシャツ組み合わせよくない？透け感とシャツ。この襟の袖の感じとかいいですね。長すぎる感じ。どうやってスタイリング思いつくの？なんだろう、買ってくる時に、結構湧かないやつは買ってこないんで。あ、で、あれとこれ、まあ例外はありますけど、基本はそうなんで。これは？それはジェフリー・ビーンっていう、向こうのアメリカンデザイナーなんですけど、ブラトップと、オーバーサイズのジャケットと、あとはスカーフですね。超大判のスカーフセット。これセットなんだ。はい。これ上からやるって感じなんです。それとも下に入れてもいいよっていう。どっちも。そうです。下に普通にブラトップとして、はい、着る感じですね。まあ上でもいいんですけど、全然。でも今だったら上の方が今っぽいね。着方として。お、なんかまたテンションの高いの出てきた。これは？それ可愛いですね。それはもうノーブランドなんですけど、デザインがもうめちゃくちゃいいなと。パッチワークがちょっとシルクっぽくなってるの。裏地と同じ素材を表に使って、そこには使って。なるほどなるほど。裏と表のデザインのバランスとかすごいな、男の人って思うんですけど、裏の面も何もない。着たらこんな感じになりました。形すごい良くない？その袖の形とかもね、ベルになってて、こっちが短くてこっち長いみたいな。この手の長さだね。この手の長さがいいのかもしれない。ここはちょっとカジュアルゾーン、パーカー系な。そうですね。スウェット普段あんまり買わないんですけど、なんか今回は序盤から集まってたんで、はい。それとかは90年代のヒステリックグラマー。ヒステリックグラマー。はい。夏い。他は全部古い60年代とかなんですけど、それだけ新しい、なんかいいなと思って。確かに、色とかもいいですね。汗具合とかが。あとちょっとちっちゃめが多いのかな、気持ち。そうですね。なんかチビティぐらいの感じで着れるキュッとしたパーカーをばっか集めてました今回は。なんかパーカーだと最近ずっとビッグサイズだったからね。改めて新鮮、このちっちゃい感が。あ、でもバレンシアガとかからクソちびちび出せたりするから、それもちょっとなんかインスピレーションあるのかもしれない。なんかアメリカの人って日本と違って天日干ししないんで、タブラ乾燥だから、スウェットって基本縮むんですよね、全部。ただ僕的にそのサイズ感がすごいいいので、今っぽい、今着たい感じ。で後ろでエビがなんかしてるから。エビがなんかこう交尾をしていて。エビの交尾ってこんなの。で、どうやって入るんだろう。でもこんなとこにこんな入るのかな。エロティ好きじゃないですか。エロティ好きですよ。あ、でも着たら結構普通だね。さらっとさらっと着れる。後ろで見てどんな人が着てるんだろうって気になっちゃいますよね。でこれっていうね。ああ、やると思ったよみたいな。ちょっと検討してもいいですか。もちろんです。夏はエロですからね。夏はエロ。そうそう、今初夏だからそろそろエロ始めないと。冷やし中華みたいな感じでエロ始めましたみたいな。あとお店のいいところってね、ちょっとね、アートなものが結構いっぱい置いてあるんだよね。そうですね。こういうものとか。カルマの時はお洋服だけっていうのにすごい固執してたんですけど、今の店と花屋と一緒にやるようになってから、絵とかそうですね、もう力を入れるようになりました。全部販売していて、この辺ここら辺とかも。はい。ああ、つなぎすごいこれはすごくない？このダーって。はい、好きなんですよ、そのディテールが。ねえ。レーサーみたいな。なんかメカニックとかですかね。結構このオーバーで上からバサって切れる感じが。たまに出てくるよね、この2つのジップダーみたいな。でスカ、まあみんな大好きスカジャン。はい。でちょっとちっちゃめサイズだね。そうですね。一応やっぱ女性向けに、まあ大きいのがあったら大きいのでもいいんですけど、これはちょっとコンパクトな感じがいいな。なんかでも若干だんだんトレンドがトップスだけコンパクトになってきてる気がする。さすがにちょっと戻ってきましたよね。ねえ。わあ、チャイナにベスト着てる。チャイナにベスト着てる、大好き。細か。それは60年代のマルコムスターっていうデザイナーのブランドですね。このキラキラ感、刺繍だけじゃなくてキラキラつけて。本当にクチュールって感じですよね。だね。59,800。あれ？思ったよりも安い。これはディオールですね。60年代ぐらいのディオール。ディオールなんだ。はい。クチュールかな。普通だとこれ着て歩かないよね。そうですね。多分この辺はなんか
60年代ニュールックみたいな帽子とかもたまに出たりするんで、そういう感じなのかな。はい。でこっちはちょっとスポーティーっぽい感じなのかな。そうですね、確かにそんな感じです。これ古いやつ？はい、4、50年代ぐらいの。そうだよね。腰のところにパッドが入ってて、これなんでそういうのが入ってるの？このフォルムを作ってますね。なんでここ膨らませなきゃいけないの？いやでもなんだろうね。一応これボクシングショーツなんですよ。用途によるものなのか。ここボンとかやられないもんね。そうですね。なんかあんまり防御って感じのパッド感ではないので、多分デザインで、はい、こうしたかったみたいな、曲線出すためだと。ストーンだとなんかちょっと弱そう、ひょろっと見えちゃうからでバレンシアガ？はい、ちょっと後ろに抜ける感じの時のやつですね。ああ、下手が、こういう、はい、肩線がこうそうですね。こう切ると自然とこうなるペア。結構デブナーが好きで、5年経ってなんかまだ新しく感じるデザイナーってなかなかいないじゃないですか。色あせちゃうっていうか。でもなんかあの人のデザインってずっとフレッシュな感じ。なんかそれがすごいなって思ってて、ブレないし、なんかブレないと飽きるじゃないですか。なのにフレッシュさを保てるのはあれなんで？いや、なんでなんですかね。なんかフィービーとデムナーはやっぱすごいな。これはなかなかテンションの高めな。それは80s ぐらいのショルダーパッド、ちょっとリメイクして肩パッドすごい巨大なアメフトがついてるんですけど、取り外しもできるようにして。あ、そうなんだ、はい、すごいのついてるの、でフードがかぶるとすごいもじもじくんみたいな、はい、あ、確かに確かに肩幅のでかいもじもじくんみたいな上から T シャツとか着ても可愛いですよね。あ、可愛い可愛い。パーカーだけちょっと見せて、すごいそれ面白いですよね。ね、これボディスーツ一応ジャージで何にニューヨークの一応ローカルブランドみたいで、それがスポーツラインみたいですね。ポーラースポーツ、何のスポーツするんだろうねなんでしょうね、空気抵抗を抑えたいんじゃないかな。なんかじゃあ短距離とか。でも短距離だったら長袖着るかな。作ったけどやっぱ違ったなって思ってやめたやつかなまあいっかみたいな、なんとなくやってみちゃったみたいな、これちょっと待って、靴ついてる。やばいですよね。靴がついてる。もうパンツブーツ。パンツブーツ、古着これ。古着なんですよ。バレンシアガも昔ちょっと出してたよね、こういうの。はい。でもさ、これめっちゃ足長ない？なんかこれ着るとジョッパーズみたいになるんですよ。こういうことか。すねの部分は結構タイトで、もも周りが結構ゆとりがわーってなるんだ。なるほど。そのクッションの位置で結構形ちょっと変わっていくような感じですね。なるほどね。これが60年代ぐらいのバレンティーノなんですけど、これドレスです。はい。そうなんだ。後ろのそのスカーフがポッカマリみたいな、こう顔を全部ベールみたいに覆うようにしてて。なるほどなるほど。顔周り隠したい気分というか。わかる、今超それ。セミナーでも言ってたでしょ。そしてお花屋さんもあるということなので、ちょっと見るだけチャラッと見ますか。このカラフルな感じ。こんにちは。奥様です。TM レボリューションみたいな服着てる。さっき言ってた。さっきの。朝ちょうどその話してました。来たら来たで普通に馴染むね。可愛いですね。ね、可愛い。結構鮮やかな色のお花が多いんだね。そうですね。その日の仕入れにもよるんですけど。パステルっていうのもパキッとしたね、気持ちがいい感じがしますね。花瓶も売ってて全部販売してるやつなんです。確かお花に興味持つと花瓶にも興味出るもんね。素敵な夫婦。服とお花とアートと大好物しかございませんやん。そしてですね、翼くんのスタイリング提案3つあるんですけれども、やってもらいたいなと思います。じゃあまず最初のやつはテーマとかあります？テーマは、でも全部そうなんですけど、ヴィンテージとブランドのミックス。なるほど。はい。じゃあまず1つ目お願いします。はい。イエーイ。好き。ありがとうございます。私ね、大抵普通に自分で洋服着れるけど、今回ばかりは翼くんこれはどうしたらいいんやっていう指示を仰ぎに来ました。シャツとショートパンツがメリル・ロッケ、このジャージのボディスーツが、70年代80年代ぐらいのヴィンテージ。ヴィンテージ。はい。で靴下が、プールバイクラスの別注のアイテムですね。です。はい。靴は自分の靴ですね。はい。可愛い。自分じゃ本当想像つかないから超楽しい。よかったです。シャツ合わせ今すごい私もやってみたかったから、今すごいトレンドっぽい感じ。なんだけどもトレンドを自分なりにめちゃめちゃ噛み砕いてこうなったって感じがします。
あとこのショートパンツの短い感じ、はい。あとちょっといろいろはみ出る感じ、ベロベロはみ出て上着も一応、る。まあバレンシアガはい、ですね。バレンシアガ。でなんかこの後ろ抜ける感じ、なんかまた懐かしいんですけど、ちょうどこのラインとかがちらって見えて、確かに確かに、はいちょっとおとなしくなったというか、そうですね。あとショーツもちょっとね、やっぱ苦手な人もいると思うんで、それ確かにだけがあると安心かな。足に自信がない人とかね、はあるかも。後ろから見ても怖くない？なんか A ラインみたいになるんですね。そうなんです。やっぱテラードすごい綺麗だよね、いろいろ混ざって何が何だかだけど、でもなんか綺麗にまとまったみたいな、爆弾オースみたいな感じかな。なんかいっぱい入ってるね。いっぱい入ってるねみたいな。懐かしい、最近見ないですよ。あったやつ四隅に。あれが郷土料理なんですかね。どうなんだろうね。私お母さんの創作なのかと思ってた。いろんなものとりあえずいろんなもの入れとけばいいだろうみたいな。じゃあ2着目いってきます。はい。はい。こんな感じになりました。また全然違う。可愛い。でもスーパーレイヤード。はい。好き。よかったです。で翼くんの種類の全部が好きかもしれない。あ、よかったです。本当に。解説いただきたい。そうだね。いろいろ要素がいろいろ盛り込まれておりますが。シャツはアンティークのメンズのドレスシャツ、30年代ぐらいのものを。あ、じゃあ結構古いんだね。はい、そうですね。ドレスだからここが結構長いんだよね。本来は本来のやつはここでダブルカフスでここにカフスボタンをするんですけど、この抜けが可愛いかなと思います。で、トップスが2000年ぐらいのパワーネットの解くと結構本当ロングになるんですけど、あ、そうなんだ。そうなんです。どんどん上がっていくってこういう感じ。そう、ギャザーで。ああ、なるほどなるほど。なんでそのアレンジができるのもすごいこれ可愛くて。じゃあこれは何ですか？これはなんかよくわかんない。一応でも手を網、ちょっと差し色とかちょっとあったらいいなって。わからない。あ、ブランドとか全くないですね。でこっちが30年代ぐらいのガーターベルト、見せ下着の代わりにちょろっとレースしてますみたいな、でスカートがメリル・ロッケの定番アイテムですね。定番アイテム、メリルといえばの、はい、なんかワークウェアなんだけどエレガントななんかそのイブニングウェアの要素が出てて、で最後に金のサンダル、ダナキャランかな、ダナキャランの、はい、ヴィンテージのシューズですね。絶妙な色合わせだね。カーキカラーをベースに柄とか素材とかで遊んでるみたいな、はい、じゃあ3体目お願いします。はい、できました。はい、こんな感じになりました。また全然違う。可愛いです。モノトーン。はい。本当いろんな球が投げられますね。コートとハーフパンツともに TSTS っていう東京のブランド。で中が60年代のバレンティノのスカーフ付きのドレス。ちょっと無理やりトップスでアレンジして、ブラが50年代ぐらいかな。本当の下着をちょっとトップスに着てみる。昔のやつってエロさがないですよね。こういうシアのやつないなんかアクセサリーっぽいですよね。エロくなく着れるよね。靴がバレンシアガの定番のナイフ。今っぽさを醸し出すのとまさに顔周りで、顔周りちょっと隠す系にして眼鏡つけてもそれっぽくなる。どのスタイリングでも TS という新しいその男の子っぽいブランドとバレンティノを合わせるっていう頭がなかったからそれも面白いなと思ったし、あとあれだ、今っぽさを組むのが翼くん多分先天的にできるんだろうね。こういうシルエットとかこういう素材形が今っぽいっていうのはなんとなく分かってる感じがする。今回ばかりはめちゃめちゃ盛りだくさんだったんですけども、皆さんどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。あとどのスタイリングが気になったかとかもね、ぜひぜひ書き込んどいてもらえたらなと思います。まあ絶対ね、梅ヶ丘というかわざわざ足を運ぶ価値があるなと思いました。スルーできるアイテムがないっていうのがすごいなって思った。ありがとうございます。なんかこう渾身のものみたいな、渾身のもの投げっぱなしみたいなかなって思いましたね。あとは自分と違うなんだろう、引き出してほしいなと思ったら翼くんにスタイリング提案してもらうのもありかなと思いました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。